盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷養成4代目北谷隆一です。今回のテーマは夏場の水やりはもうやっぱり難しいというで、どこが難しいのかというお話なんですが、その前にちょっとだけお時間ください。今無料のメールマガジンやっております。定期的にね届くのがだいたい60通ぐらいで、専用の動画も20本以上撮ったりして、分かりやすい字に起こしてね、結構好評いただいてます。メールマガジンが概要欄からメールアドレスだけで無料で登録できるんで、よかったら皆さんやってみてください。はい、では本題に戻ります。夏場の水やりね、まず一番最初難しいといえばやっぱ水切れなんですね。水が足らない、水やりの頻度が少ない、水の量が少ないとか、だいたい夏はもうほっとっても勝手に乾く、プラス木が吸い上げてね、すごく乾きやすくて、水が足りなくて枯れるみたいなのが多分盆栽の枯れるもうトップじゃないかなと。もう夏場の水やりが多分枯れるもうほとんどもう9割ぐらいそこなんじゃないかなと勝手に思ってるんですけど、で少ない方は大体想像したらね分かりやすい話なんですが、水がね多すぎて枯れるのもこれ夏場だったりするんですよね。でそれなんでかと言いますと木にもよるんですけど、うち黒松が多くて、特に今回黒松、赤松、錦松系の芽切りをする樹種のお話として聞いてください。芽切りする木ってね、芽切り前はもうもさもさとしてねすごいいっぱい芽があるんですね。で芽切りがだいたい6月の中旬ぐらいにするとして、6月中旬ぐらいまではもう成長期だし、いっぱい葉っぱも芽も枝もいっぱいついてるから、もうすごい水を吸い上げると。でそれが芽切りをされたら途端にねいっぱい行く予定だった栄養分水分がごっそりなくなってるんで、なかなか木が吸い上げないと。で鉢の中に水がそのまま残るということになるんですね。でその芽切りでももともと枝が多くて、単に芽切りしただけとかそういう木だったらそんなに変わらないんですけど、それでもちょっと吸い上げが減るのかなと思います。でも吸い上げが減っても今度は梅雨明けして暑さ、雨が少ないとかで、結局いっぱいやるっていう感じになるんですが、その芽切りのタイミングでですね結構ごっそりと枝を減らしたりとか芽数をごっそり減らしたりした木に関してだけはねかなり注意がいるなと。その木に関しては水が多すぎて、根腐れして枯れるっていうのがうちでもねやっぱちらほら毎年ね数本やっちゃいますね、分かっとって。ほんでこれ理由がねうちもいっぱいあるからっていう言い訳なんですけど、何千本と水やってたら乾きにくい子だけにちゃんと少なめに水やるって言ったらね結構難しいんですよね。で僕が水かけたりうち父親がかけたり母親がかけたりすることもあるから、誰がかけたか分からん時はやっぱ多めにやるんですよ、どうしてもね。はい、だったらそういうのが続くとやっぱちょっと水がとりあえず分からんかったら多めにやっとけっていうのがそれは合ってるは合ってるんですけど、それでもやりすぎたら枯れると。だから水やりは本当は一人がねやるぐらいが理想なのかもしれません。で目の前にちょっとあるんですけど、似たような木なんですが、こっちはすごいね長い太らすためのねこれがついてることによって幹が太るっていうんで残してるんですけど、その太らす用のこれ相当養分水分吸います。なんでこれがついてる子は乾きやすいですね。いっぱい養分水分この子たちも吸うから、この子たちねそれぞれで、隣におる子これもごっそり切られてます。結構ボサボサだったのがどっと減ってます。こういう子はね夏場の水やりすぎで枯れる確率結構ありますね。今も今日同じタイミングで水やったんですけど、さっきこれ1時間ぐらい前かな、2時間前ぐらいかなやって、これぐらいの湿り具合、こっちはね、でこっちはかなりべちゃべちゃっとしてます。こういうのに同じようにやってたらやっぱ調子悪いですね。だから
夏場なんかは1日2回やるところを2回は、多分この子だったら1回で済むと思うんですけど、2回やるんです、この子たちにはね、普通の子には。でついでにこの子らにも2回やると、多すぎると。だからどっちか1回はね、もうさらっとね、表面だけかけるみたいな、そういうそのやり方変化をつけた方がいいですね。ほんで置き場もね、この乾きやすい子と乾きにくい子こう隣り合わせに置いてたら、もうついでにかけちゃいますね、やっぱこの子にもね。なんでこれ乾きにくい子ばっかり集めといて、乾きやすい子ばっかり集めといてということがもしできるんだったら、そうした方が水やりも安全でやりやすいんじゃないかなと思います。だから長々と言いましたけど、単純に芽切りの前にいっぱい芽がついてて、それをごっそり取った子は要注意と。ほんでどうだかそれもようわからんという時は、これ砂見てもらったら分かるんですけど、乾きにくいからちょっとね黒っぽくなりやすいんですね。ほんでこういう草がね結構びっしり生えてきます。乾きやすい子に比べて草の生える量は割合は結構違いが出ます。なんでえらいなんかべちゃべちゃしとるなと、それもちょっとようわからん、私初心者です分かりませんという場合は、草がなんかえらいよう生えるなみたいな思っていただいたら、この子はちょっと水が行き過ぎてるのかなと。こっちの子には2回やるけども、この乾きにくい子にはその2回のうちの1回は軽めにしようとか、そういうふうに思っていただいたらかなり枯れる確率が下がるんでないかなと思います。はい。だから結局ね、タイトルでも言いましたけど、夏場の水やりは結局難しいと。いっぱいやったらいいっていうもんでもなかったというね。はい。夏場だからといってドバドバやったらいいっていうことでもないんですが、少なめにやったら絶対じゃないな。かなり枯れる確率が上がるんです。これでもね、根腐れで枯れるってもね、なかなかね、乾かして枯れるよりかは確率低いと思うんでね。それでもどっちか言ったらちょっと気持ち多めぐらいがいいんですけど、こういう子は難しいと。だからそうね、これなんか見たら鉢に対して枝数が明らかにね少ないですよね。こういう枝数の子はそもそももっと小さい鉢に入ったぐらいの方が調子がいいのかもしれません。はい。なんで皆さん水やり夏は大変ですけど、こういうこともあるという頭に入れてやってみてください。本日は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷養成4代目北谷隆一でした。チャンネル登録、高評価、メールマガジンもよろしくお願いします。